黒マックスじゃんということで、おおすげえ、あすげえ。はいどうも黒ワックスです。ついに黒ワックスにもやってまいりました。自作のシェルが積まれている軽トラでございます。これはね、黒ワックスでいう最大級の褒め言葉のド変態っていう言葉がハマりそうなお車の紹介になってまいりました。本日ですね、神奈川県某所で行われている黒ワックスの撮影会でございます。こういった撮影会に関しましては、黒ワックスの LINE アット登録されている方にですね、個別にお声掛けをさせていただいて、10代前後で黒ワックスを視聴していただいている方がね、集まって交流する場なんかも作っていたりします。こういった撮影会気になる方いらっしゃいましたら、ぜひとも黒ワックスの LINE アット登録お願いいたします。ということで、こちらのド変態してる紹介していこうと思います。はいということで、こちらのお車のオーナーのエイジさんでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらのシェル完全自作ですよね。自作です。はい。で自作でですね、ここからずーっと来てですね、ここにすげえワクワクするね、モンキーなんかも飛ばしたりしますんで、多分このお車ですね、紹介させていただくと確実に前後編になってくると思いますんで、しっかりとじっくりとまったりと紹介していただこうと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。そしたら外装から行かせていただきたいと思うんですが、これベースのお車はスズキのキャリー、あ違う、サンバだ。2世代ぐらい前のサンバをベースに後ろのシェル作られてる感じなんですけど、すごいっす。これじゃないけどベースの車。もともと何だったんですか？もともとはスズキのキャリーを持ってて、はい、サンバがどうしても欲しいから乗り換えちゃったから、はい、裏折りが閉まんなくなっちゃったんです。ああそっか。バイクボディのサイズで僕作ってたんですよ。はいはいはいは安全基準5の車、はいはいはい。あ、そっか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 、そういうことですね。それで安全基準後のちょっと大きくなってるサイズの荷台に合わせてシェルを作ったところ、車乗り換えたら煽りが閉まらなくなったそういう経緯なんですね。じゃあもともとはキャリー用に作られていたシェルを今は3番に乗せられてると、軽トラシェルのいいとこそこですよね。箱買いにしてもシェルをそのまま乗せ替えるだけで大抵は詰めてしまうっていう。軽なんか規格大体一緒ですからね。そうですね。もう気になる車内に行く前ですね、ちょっと運転席助手席紹介させていただきます。特にいじってる様子はないんですが、マニュアル、これスズチャーですか？いや、何もない。じゃあ純正のマニュアル。ただ4発はでかいですよね。4気筒がやっぱり乗りたくて、はい、軽で4気筒のエンジンを積んでいる軽トラックはもうスバルさんの3番のみです。男のマニュアル仕様でタコメーター付きでロードのポルシェでございます。ロードのポルシェって言われるゆえんに関しましては、後ろにエンジン積んでるんですよね。そうですね。駆動レイアウト、エンジンレイアウトが RR 方式だっていうことでロードのポルシェと呼ばれているサンバーなんですが、車内はこんな感じになっております。ということで、こちら本題のですねシェルに入っていこうと思うんですが、木で作られてる感じですか？はい、僕の大工のあ、そうなんですね。じゃあ本業大工さんということで木をベースにシェルを作られているんですが、サイディングで外装で角はこのアングル使ってということで、木造の住宅と同じような材質を使って作られてる感じですね。これで重量どれぐらいで出来上がってるんですか？これで280ぐらい、300弱ぐらい。中の仮装も含めて、はい。であれば最大積載量は超えないっていうところだったり、車体の幅を超えてはいないということと、この後ろのはみ出し部分も1割以内ということで、積載物として規格に収まっている形で積んであります。でシェルの固定に関してはこのアンカー、はいで引っ掛けて、この2掛けフックでいいんですかねの部分でしっかりと固定されているという状況でございます。これ天井どうなってるんですか？上にはいソーラーパネル乗っかってて、はい自家発電とはい撥水コートしてあるベニヤ。ああ、もうね、高さが高すぎてですねなかなか覗けないんですが、若干見えるかも、ソーラーが乗っているよっていう状況でございますと。でこの窓に関しても建築用のお風呂とかに使われているようなイメージの窓ですよね。これドアは何使われてるんですか？これも建築用のベニヤです。ベニヤで自分で作っただけです。作って、じゃあ枠に関しても自分で作られて、はあ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 という形の外装でございます。であとはもうこの辺りですよ。ちょっとサインが気になるので、どなたのサインですかっていうふうに伺ったところ、 FM 横浜の、朝の情報番組の藤田祐一君、のサイン
お会いした時に書いてもらってるというような感じで、そこにですね恥ずかしながらですねクロマックス、あとケンケンさんもで、あとボスさんも貼られてるというような状況で、もう後方車両に対するアピールは完璧でございます。こういうような装飾もされてますが、これステッカーなんですよ。こういうステッカーも売ってらっしゃるんですね。はい、これも建材用とかなんですか？アマゾンで500円でした。はい、Amazon で500円の外装もデカールになるんですかね。飽きたら剥がす的な。飽きたら剥がす的な感じで、こういうような形もされているんですが、高さが 2.5m、積載物としてのギリギリの高さで作られてるわけじゃないですか。はい、乗った時の横風とかの煽りどうですか？まあ高速道路に関してはもう左が先。もうあれ左ですね、左側80キロぐらいを保持する。どうしてもこの車自体がもうホイールベース幅がないんで、そうですよね。その横風はちょっと受けます。受けますよね。もう飛ばす車じゃないんで。そうですね。だからその運転するっていうのを、こういうような背の高い積載物を積んでいるよ、重量物積んでいるよっていうことを認識した上でしっかりと運転すれば問題はないっていう。全然。そうですね。でよく聞くのが、キャンピングカーレンタルって横転事故むちゃくちゃ多いらしいんですよ。はい。っていうのは乗用車の感覚で運転しちゃうんで横転事故が増えるっていうことなんですけど、多分おそらくですよ、このお車に関しても同じようなことが言えるんで、その車の特性っていうのを理解して速度を無理に出さないとか安全運転してもらえるような状況があれば、これでも走れるよと。これカーボン調の大ノックだっただけです。これ大ノックなんですね。カーボン調の大ノックが貼られているような状態なんですが、こちらでございます。これも建材ですよね。これただの手すりです。建材用の手すりに足が。ラダーが組んでいて、ここに面白そうな車両がいるということで、トランプも兼ねてるようなイメージですね。そうですね。はいはいはい。なので、皆さん気になっている車内を覗かせていただこうと思います。ドアオープンでよろしくお願いいたします。じゃんということで、おおすげえ、すげえすげえ、これはすごいっすね。こんな感じの車内になっていますということなんですが、これ普段もこうやってラダー置いとけばこのままラダー乗って大丈夫ですか？はい、大丈夫です。そのままここから入っていけるようなこんな感じの車内なんですが、中じゃあ全部断熱入ってるんですか？断熱入れて、はい中ベニヤで貼って、はい構造体として箱を持たせて。感覚的には 2x4 に近いようなイメージ。まあ、在来工法の、はい、ベニヤで耐震を取ったってだけです。耐震構造が出来上がっているというような話でございますが、なんかいろいろあるんですが、紹介していただいてもいいですか？はい、はこうやって座って、はい、なんか下に座ってられるような。これもじゃあカーテンをつけられてる感じなんですね。網戸もついてる網戸付きの窓でございますと。結構車内広いですね。これ奥行きでどれぐらい取れてるんですか2200。2200あれば十分ですよね。でここに扇風機がいたりもするんですけど、も大きい。うこのままの状態で一人就寝全然大丈夫。できますよね。2人くらいは寝れます。寝れますね。これをこう行くと余裕で2人就寝可能。オーバーヘッドにも荷物がいっぱい入ってる。これが出てくるんで、それもじゃここでも寝れる。じゃあ余命就寝可能な感じですね。そうなんですけど、はい、軽トラックなんで、はい、2人しかそうですね。運搬ができない。じゃあ2段ベッド的にしてスペース確保した上で広々2人が寝れるっていう環境は全然余裕で作れるなって感じですよね。すげえなこれで、ここの部分で何メーター取れてるんですか？ここからそこまでで。そこで1700ですね。1700取れてるんですね。で1700取った上で 2m20 取れてるんで、ここに靴を置いとける場所なんですよ。これでかいっすよね。利便性はかなり考えられてるなっていう風に感じます。こちら側収納になってますよね。はい、ここの中にはい、キャンプで使う、すげえ広大な日室スペース。あとサップと、はい、サップボードと、はい、椅子と、はい、水、はい。こっちも収納ですね。そちらこっちは、はい、ソーラーのバッテリーがここに置いてあって、これもうサブバッテリーですか？サブバッテリー走行充電は取ってない。取ってね、この室内の電気は、はい、そのサブバッテリーで賄う。おお、明るい。これも作業灯ですね。そうです。作業灯をもうそのままここに引っ掛けて配線引っ張ってるような状態でございますね。キャンプの時とかは、はい、こっちに、はい、おお、よいしょ、はい、鍋、食材とか調理器具が全部入っていると。いや広で、ここ全部木なんで、こういうようなもうスマホのホルダーとかもそうですし、こういうようなちょっとした壁掛けの収納もそうですし、もういろんなものが壁に収納で、ここにテレビある。はい、これで暇な時はシェルの上に立ってたのはこれのアンテナだったんですね。
はいはいはい。で DVD も見れると、はい、が壁にも設定されてでいて、今発電してる電量をここに、はいはいはい。あ、ここにインジケーターで入っていて常にモニタリングできるような状況になってますよというところですね。すげえ。でちょっとしたところにこういう手すりがあったりとかですね。あ、そうですね。でオーバーヘッド側も板がスライドで出てくるような仕組みが出来上がっていたりと。これで引っ張る。あ、そのままもできるんですか？いいですか？はい、お願いします。足元はこんな感じ。もう十分濡れてますよね。震災とか災害あった時のやっぱり最強っす。これがやっぱり最強です。これはもう40周年の限定車。何もいじってないと思う。ドノーマルいいっすね。